いられ覚えたらぶっちゃけ稼げるんですか？今日は YouTube の収益公開などイラストレーターというたった一つのスキルを覚えただけでどれだけ収益化ができていくら稼げるのか、誰もが気になるリアルな数字を公開していきたいと思います。こんにちは、専門学校講師のいられさんです。なんと今回はついにあの企業とのコラボ動画です。その企業というのが Adobe さんです。いつもお世話になっております。 YouTube を始めた時はまさか Adobe さんとコラボするとか夢にも思わなかったんですが、まさかのコラボとなりました。これも応援してくださっている皆さんのおかげです。ありがとうございます。で、このコラボ動画で何をしようかと考えたんですが、いられの使い方はコラボでなくても普段やってますし、何か特別感のあるものがいいかなというふうに考えたんですけれども、それで行き着いたのが、いられって覚えたらぶっちゃけ稼げるんですかっていう質問です。この誰もが気になるリアルな数字について今日はお話ししていきたいと思います。いられというスキルでどうやって収益化してきたのか、これを公開していきたいと思います。この収益公開の内容には今見てもらっているこの YouTube も含まれています。この YouTube もいられ起点で始まってますんで、しっかり収益を公開していこうかなというふうに思っています。ですのでこの動画を見ると、いられを覚えたその先がどうなるのかが分かります。これからイラストレーターを覚えたいっていう人も、いられ自体そもそもよくわからないっていう人も参考になるかと思いますんで、ぜひ最後までご覧ください。いられ起点の収益。これからいろいろな収益について公開していくわけなんですが、まず前提条件として契約上の都合もあって言えるものと言えないものが存在します。これはもう守秘義務とかあるので、全てを公開できるわけではないってことをご了承ください。無理なものは無理なんでよろしくお願いいたします。では早速始めていきたいと思います。デザイナー時代で、いられでまず最初に収益化できたのがデザイナーとしての収益です。これはもういわゆる給与です。そもそも高校の頃にイラストレーターに出会って、でデザイン系の仕事に就職したっていうのもあります。この時はその会社に関わるデザイン系の仕事をするという形態でした。ですからデザイナーといっても普通の会社員という扱いでした。でその会社は特別大きくもなく小規模でもない会社でした。会社の売り上げを言うわけにはいかないんですが、社員数100人前後くらいを想像してください。そこでの給与が最初の収益化だったんですけれども、気になる給与が月27万くらいでした。おそらくデザイナーとしては多くはない、やや少ないくらいかなっていう給与だと思います。あまり夢がないように感じられるかもしれませんが、普通だと月30から40万くらいかなっていうふうに思います。月27万っていうのはどうなんでしょうかね、実際のところ。多いのか少ないのか、ぜひ教えていただけると助かります。これが現実の一つだとは思うんですが、ここからデザインスキルで突き抜けることも可能です。いろんなデザイナーさんの話を聞いたり講義を聞かせてもらっていますので、もっと稼げる職業であるというのは間違いないです。で、そういった第一線で活躍するプロの方たちも皆さんいられを使っていました。そういった方たちは会社員ではなく独立した上でやっていらっしゃいましたけれども、スキルを生かすことで突き抜けることも可能だと補足しておきたいと思います。なので私もいろいろな実績を積みたくて、独立を目指してロゴデザインの副業にチャレンジしてみたことがあります。副業での収益で、会社員時代にこっそりクラウドソーシングのロゴコンペに応募したことがあります。当時会社のルール的に副業は禁止だったんですけれど、どうしても自分のスキルを試してみたくて小さく挑戦したっていう経緯ですね。もちろん副業禁止の会社でルールを破ってでも始めましょうっていう話ではありません。ただこれが自分の人生が動き始めたきっかけの話となるので、外すわけにはいきませんでした。きっかけの話だと思って聞いてください。
でクラウドソーシングのロゴコンペに応募したわけなんですが、 2,3 件応募してみたらそれが即1件採用されて、意外なほど簡単に自分のスキルが収益化できたんです。もうマジでと思って、もうびっくりしたのを覚えています。その時はロゴデザイン一つで3万円くらいになりました。この3万円っていうのは最低ラインくらいで、そこからは1件5万、10万、20万くらいの案件も普通に存在します。とにかく自分の力でゼロからお金を稼ぐことができて感動したのと、本当にいいんですかっていう気持ちと、自己肯定感が上がるような気持ちと、いろんな感情が湧き上がりました。これがその後に会社を辞めて専門学校講師を始めるきっかけにもなったと思います。会社を辞めても自分のスキルでお金を稼ぐことできるしなっていう、そういう自信というか肯定感は辞める時にとても心強かったのを覚えています。なので会社を辞めた後もロゴコンペは続けていました。継続的に応募していて採用もしてもらっていたっていう感じです。そんな風に続けていって、気づいた時にはいられの副業で月20万円くらいになっていたっていう感じです。この時は1件20万の大型案件が決まったっていうわけではなく、複数の案件をコツコツ積み重ねていった結果20万に到達していたって感じです。宝くじが当たるみたいな、そんなラッキーな話じゃないんですよね。でもその方が一発屋ではなく、自分の実力が継続的に評価されたっていう証拠ですから、大きな自信につながりましたね。とこんな感じで副業をしていたわけなんですが、使うソフトはいられじゃないと成立しなかったと思います。というのもクラウドソーシングなどでもそうなんですけれども、求められるデータの納品形式が .ai っていうイラストレーターの形式なんですね。それだけ業界スタンダードっていうことなんです。普通にいられのファイルでくださいって言われます。だからイラストレーターのスキルを学ぶこと自体が、こうした高単価な副業のスタートラインに立つことだというふうにも思います。で、それからは仕事も副業も成果が出るから楽しいっていうスパイラルが始まりました。 YouTube の収益。その後のコロナ禍で YouTube を始めました。単純にイラストレーターが動画にしやすいなっていう風に感じたのと、その時公開されていたイラストレーターの動画を見て、もっと楽しく分かりやすくやればいいのになっていう風に思ったのがきっかけです。というわけでここからもうすぐ YouTube のチャンネル登録者数7万人になる私の収益を公開していくわけですが、 YouTube の収益は公開したらまずいんじゃなかったっけって思ってる人も多いようです。これ正確には確定済みのものを公開するのは問題ないんです。確定前の金額を公開すると問題ありっていうことなんですね。だから確定している金額を伝えていきたいと思います。で、その金額なんですが、私が先月動画を長尺が4本、ショート動画が1本、計5本を公開しました。で、10月の収益なんですが、97,347 円でした。約10万円って感じなんですけれども、これはどうでしょう？多いと思いますかね？少ないと思いますかね？私は悪くないと思ってるんですけどね。いろんなイメージがあって、いろんな解釈がありそうな金額ですが、でもこの金額って半固定給のように毎月あんまり変わらずに振り込まれてきます。なんなら前年比で数%ぐらいアップしている感じで振り込まれてきます。いわゆるストック型の収益モデルと言えるかもしれません。私個人的には不労所得っていう言葉嫌いなんですけれども、世に言うそれに近いかもしれません。ただ実際の私の解釈としては、最初動画を投稿し始めてから1年数ヶ月ぐらいは無給で動画を作成してましたし、その後も月1万円とか全然割に合わない時給が普通でした。だから私の感覚としては、先に労働をしてその対価が後からじわじわ入ってきているだけっていう感覚です。で、このチャンネル YouTube としてはかなり再生数の少ない部類の真面目なチャンネルではあるんですけれども、その再生数もあまり気にはしていません。というのも1再生あたりの金額が大きいんですよね。普
通の YouTube の長尺動画だと1再生 0.3 円とか言われたりするんですが、実際そうだと思います。私の動画の中にもそういう動画はあります。で、ショート動画だと1再生 0.01 円とか言われますが、私のこの動画だと1再生 0.7 円とか1円を超えるものも普通にあるんですね。つまりはエンタメ系とか普通の動画の2倍3倍くらいの単価があります。で、そこにさらにバズ動画が時々生まれたりします。再生数がすごく伸びる時があるんですね。こういう機会だから言ってしまいますけれども、ちなみに動画1本で50万以上の収入になったことがあります。これも未確定な部分があるんで具体的には言えないんですけれども、そういう動画もあるっていうことです。こういうのがあると夢あると思うんですよね。だからあんまり悪くないかなっていうふうに思っています。と言っても、だから皆さん全員におすすめしたいとは全然思いません。これは自分の地位を守りたいとか、ライバル増やしたくないとか、そういう保身から言うのではなくて、さっきも言いましたけれど、YouTube を始めて1年間とか無給の期間があるんですよね。やった人ならわかると思うんですけど、これ本当にしんどいです。あと並行して動画の編集スキルも必要になってきます。もう最初の頃から動画のクオリティは大事にしたいなと思っていたんで、編集ソフトはプロも使うプレミアとかアフターエフェクトとかを使っています。できることの幅と仕事の幅が一気に広がるっていう感じで、私は覚えてよかったなと思ってます。こんな感じでイラストレーターというスキルとプレミアっていう編集ツール、Adobe のツールを掛け合わせて YouTube は収益化できているっていう形です。この辺はね、本当にいっぺんに全部やろうとすると無給だし覚えることはあるしでしんどいかなっていうところであんまりおすすめしていません。私の経験上からはクラウドソーシングの方がおすすめです。ここでは言えない収益について。で、最後にいられがきっかけとなった収益で、具体的には明かすことができない部分について項目だけ挙げていきたいと思います。それがこちらです。専門学校講師、 YouTube での企業案件、執筆した本や講座の売り上げ、この辺が複合して今の私の仕事となっています。こうしていろいろ上げてみると、いられ一つのスキルでかなり多くのマネタイズができると思いませんか？将来のことは誰にも分かりませんが、これだけいろいろな方向性で収益化できているので、イラストレーター覚えて本当に良かったなって思っていますし、これからも活躍してくれると思っています。だから興味があったら迷わずチャレンジしてみてください。きっと役立つはずです。でも実際有料ソフトだし手が出にくいなと思うじゃないですか。安心してください。そんなあなたに朗報です。イラストレーターには7日間の無料体験があります。有料版と同じ機能を丸ごと試せます。つまりお金をかけずに本物の作業環境に触れることができるっていうことです。そして今の Adobe は生成 AI で作業のハードルが一気に下がっています。私が会社員だった頃、数時間かかっていたようなイラストや難しい配色なども本当に簡単に終わるようになりました。さらにクリエイティブカレッジという公式の無料スクールも用意されていて、ゼロから学べる環境が揃っています。これ私も気になるんで少し学んでみたいなっていうふうに思ってます。ということで皆さんもこの7日間の無料体験であなたの人生を変えるかもしれない第一歩を踏み出してみましょう。無料体験のリンクはこの動画の概要欄に記載しておきます。興味のある方は概要欄のリンクからぜひチェックしてみてください。この動画が役に立った、参考になったと思う方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。私は YouTube の他に X、ブログ、TikTok もやっています。ぜひそちらの方もよろしくお願いいたします。ということで今回の動画は以上となります。ここまでご視聴いただきありがとうございました。関連動画や次の動画でお会いいたしましょう。ではまた。